よし。乗れないという、すいません。あ、下がってた下がってた。こんにちは。やばいなと思います。会長やばい。トヨタイムズの富川優太です。7年前、九州北部豪雨によりまして福岡と大分にまたがる鉄道路線が被災しまして、地元住民の皆さんの交通手段は奪われたままでした。そこに登場したのが水素 BRT です。モビリティの未来を探ってきました。福岡市で行われた FCEV バスのお披露目式。本日は本当にこの場にですね、臨席させていただきますこと、本当に感動しております。ぜひとも我々の FC の技術をこの場で生かしたいという思いでご提案させていただいたところですね、快諾いただきまして、で今日を迎えることができました。今回のこの彦星ラインにおきましては、まさにその道が作られるタイミングから我々の開発メンバーが参画させていただき、実際に走るにこのスペースで大丈夫か、様々な検証をしてまいりました。福岡と大分の山間部を中心に走る鉄道だった JR 日田彦山線。2017年の九州北部豪雨以降不通となっていましたが、今年の夏 BRT バス高速輸送システムとして鉄道からバスに生まれ変わりました。この BRT に11月から新たに加わったのがトヨタの FCEV、 水素を燃料として発電する燃料電池バスです。トヨタイムズでは BRT の運用が始まる前の7月に現場を取材していました。小倉からの電車が今 JR 添田駅に到着しました。ここから先見てみますと線路がありません。ここから先は電車は進めないんです。じゃあどうするのかと言いますと、ここからはバスで移動することになります。こちらが試運転のための FC バス。まだラッピングもしていないシンプルな姿ですね。この添田駅から大分県の日田駅の間を BRT が結びます。 BRT がね、8月の下旬から全面開通になります。そしたら随分また移動が楽になります。楽になります。 FCEV っていうね、水素で電気を起こして動かすバスを出すんですよ。いいやないね。私たちみたいに足が悪かったりしたらもうね、やっぱ年寄りはもうねないと困るがね。6年間ずっとねサービスしたくても地元の方にできなかった、でもようやくこうやってつながっていく、今のお気持ちはいかがですか？開業が非常に楽しみというかですね、実際に走り始めて、皆様方がどんな反応を示してくださるかっていうのがですね、不安も半分期待もたくさんというところでございますね。環境に優しいというのを一つのコンセプトにしておりますので、 FC バスが導入ですね、配布されるというのは非常に意義があるんじゃないかというふうに思ってございます。2017年に甚大な被害を受けた日田彦山線の線路。鉄道ではなく BRT として復活することに当初は反対する意見もありましたが、線路が通っていった一部区間を専用道とすることで利便性の向上を図るなど様々な工夫を凝らしました。一般道を走ってきまして、ここから専用道路になっていくんですね。ここからBRT の専用道路になっております。この駅ももちろん建て直したんですね。そうですね。こちら地元の添田町様が防災施設とコミュニケーションのですね場として建設をされました。はあ。またこの待合所もおしゃれですね。そうですね。今回こういった待合ブースと呼んでいますが、デザインをですねJR 九州の社員の方が手作りで考えまして。手作りなんですか？これ。こうやって BRT 待ってる時もいい木の香りに包まれて待てる。地元産の木材を中心に、加工しておりまして、制作協力で小学校の5、6年生子どもたちと一緒に、こちらの床ですね、これ座面の方を
一緒に加工しました。へえ。そうやって地域の方と一体となって作るっていいですね。そうですね。今回の日田彦山線の BRT 飛行防止ラインも人、地域、未来に優しいというのをコンセプトとしておりますので、こういった地域の方と一緒に盛り上げていきたいと考えています。さあ専用道に入りましたよ。チーフエンジニアの太田さんもハンドルを握ります。もう本当もともとレールが走ってたところですから、平坦で移動もしやすそうですね。そうですね。車としては、もしくはドライバーさんにしても非常に負荷がなく運転できるかなと思います。またお客様からしても、もともとはこう道を曲がったり、登ったりしなきゃいけないというところに対して、従来線路があったところを走らさせていただいてますので、フラットで、最短距離で行けるということで、環境にもいいですし、お客様にも非常にいい乗り物になるのではないかなと思います。路線バスだったらもう峠ぐーっと登って降りたりしなきゃいけないですもんね。そうですね。なので電車のいいところとバスのいいところ、これを両方、合わせて、お互いいいとこ取りをしているという形かなと思います。品川さんはどんな担当なんですか？私はこの車そのものの、開発リーダーをやらせてもらいました。開発で一番苦労した点っていうのは？そうですね。今回の場合は公共交通バスというところなので、土砂崩れとかがありますので、最低地上高を上げたりとか、やっぱこの音とか、この我々が知らないこういうバス機器とかって全く我々も初めての体験なので、こういうセッティングをどうするかっていうところが一番難しかったところですね。そっか、このお支払いをする場所もどこに設置するかっていうところで、重さも重たくなりますので、全然バランスが変わってきますので。路線バスとして形を変えていかないといけない、バリアフリーの世界まで考えていくと、低床っていうのは今後やっていかなきゃダメだと思ってますし、そうすると水素をどう積むか、バッテリーをどう積むか、そこから考え直していかないといけないとは思ってます。今はこの下に4本ちょうど乗ってるんですけど、今回まだ1台だけですけれども、大体どれぐらい増やしていきたいのか目指している部分っていうのは？そうですね。まだ我々この勉強中で実証段階ですけど、やっぱり将来的にはもちろん100台200台っていうところを目指していきたいとは思ってます。幼稚園バスもそうですし、放送中継車みたいなああいうやり方とか、救急車みたいなやり方とか、いろんなこのバリエーションがあると思うんですね。やっぱりこの広さがあって電気の力を使えるといろんな形になれると思ってますんで、決まったコースターではなくて、いろんな形の使い方っていうのを提案していく中で数を増やしていければというふうに思ってます。ここから先はトンネルですね。60年以上前にできたその時の姿をそのまま残しているそうです。わー、長いトンネルですね。長さは 4.4 キロ。4.4 キロ。ここにまさにレールがあって、列車が走ってたトンネルです。土砂災害などがあって、この道路に変わるまでにどれぐらいの期間を有したんですか？工事にして約3年かけて作ってきました。3年。土砂災害が起きて、大雨で、その光景を目の当たりにした時、どのような思いだったんですか？もう本当に、こんな災害が起きるのかと思ったのがやっぱ正直な気持ちでしたし、実際被害に遭われた方がいると本気で大きな災害だったことは事実だったなと思います。 BRT っていう存在、モビリティが出てきた時にはどのような感覚だったんですか？つなぐってことがやっぱり一番大事かなと思っていて、その一つの形として BRT ってものも一つの選択肢なんだと思いますので。トンネルを抜けると斜面が崩落している場所も。今年7月の豪雨でさらなる被害に見舞われたそうです。柏原6年前の豪雨では全く被災はしませんかでしたので、やはり今回の雨がそれ以上だったのかなと思いますと、今後も似たような雨は絶対来ると思いながらですね、対策とか方法を検討していきたいなと思っています。こうやってスピード感のある復旧で、開通っていうのは後ろにずれないんですね。嬉しかったのは、まさに地域の方々がやっぱり間に合うように開業してほしいなと、そういったことをお声をいただいたのが本当に励みになったなと思っておりますので、やっぱその答えに応えていきたいなと思ったのがですね、いろいろ考えてきました。中島副社長も駆けつけ、確認のために自ら運転します。初めてこちらへ訪れたのが2年前、JR 九州さんと福岡県さんとぜひ BRT をトヨタの、FCEV で実現したいというお話いただきまして、それで話をしたのが本当に2年前で、1年半前にですかね、こちらの現場に訪問させていただいて、まだ道ができる前です。
で実際にここを歩かせていただいて、道が車を鍛えるとよく言いますけれども、その道を一緒に作らせていただいているという風な感覚も我々の開発陣にはあるわけですね。で本当にでもね、リラックスして運転できます。ものすごく道幅が狭いので、少し怖いかなと思ってたんですけど、逆にまっすぐ先を見て運転できるっていうのは実はドライバーにとってものすごく心理的に負担が少ないんですね。なるほど。で両サイドに見える白線もありますから、これまあ我々の技術を使うと自動運転もですね、このトンネル内例えば可能じゃないかと。そうするとドライバーの負担をさらに軽減するということも、可能性があるなと今思って走ってます。中島さん、トンネルを抜けるとそこには何があるんですか？真面目バージョンで言うとやはり未来ですかね。本音を言うと何か温泉とかそういうのがあるといいなと思ってトンネル抜けました。明るい。いいですね、明るいですね。安定感のある走りと喋り。ありがとうございます中島さん自らやっぱりこうやって現場に来て、しかも運転してみるっていうのはどんな意味があるんですか？いや、これはですね、やはり現地現物ですよね。実際に我々がお届けする車が安全に運行できるかどうか。特にこれ FCEV のバスですから、さまざまな環境において本当にドライバーの方に安心して運転いただけるかどうかということで、これ試運転って書いてますけど、実際にこの開通する前のラストチャンスで我々の開発陣が現場にお邪魔し、さまざまな環境の中で安定して走れるかどうかを確かめる、安心して、この車をお渡しすることができるというふうに確信いたしました。この BRT で車両を導入しているのが、トヨタだけではなくていすゞさんですとか、BYD さんっていう他社も入っています、同じ業種の他のメーカーが入ってるっていうのはどういう意味合いがある？もともと私が担当させていただいているコマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーもそうですけど、やはり競争と協調があると思うんですね。こういった新しい技術はまだまだ競争領域ではなくて、協調し市民の皆様にも実際にお乗りいただいて初めてその開発が進んでいくという段階だと思うんですね。そういう意味ではこれは協調路線でやっていくべきですから、ライバルではありますけど、一緒になって未来を作っていく、その先にはまた新たな競争でお互い切磋琢磨していけばと思ってます。なるほど。各社のバスを見せてもらいました。今まで通りの、ディーゼルエンジンのバスですね、それから今回トヨタさんのもですね FCV 入りますけれども、あと、これは中国製ですけれども、国内でも導入事例のある BYD さんの、電気バスということで、バッテリーで洗わねばならないとか、水素で洗わねばならないとか、もうディーゼルはやめてしまわなきゃいけないじゃなくて、やっぱその時その時の環境とか状況とか経済性とかいろんなものを踏まえて一番最適なものを選んでいく。でそれが将来にわたって持続していくっていうことが大事なのかなっていうふうに思ってます。バス会社として日田彦山線の復旧に関わるっていうのはどんな思いなんですか？失われてたものがですね、いろいろ議論はありましたが、鉄道であれバスであれ、戻ってくるっていうのが非常に感慨深いことだなと思ってますし、運行だけではなくですね、地域の皆さんに愛される、それから地域がどんどん元気になっていく、そういうお役目も一緒になんかこうお手伝いできればいいなというふうに思ってます。福岡では11月から九州大学と最寄り駅である九大学研都市駅の区間で FCEV バスを走らせる実証事業が始まったばかり。各地で水素を使った取り組みが加速しています。水素に注目する理由っていうのはどこですか？実は福岡県は2004年20年前からですね、水素社会の実現に向けて産学官、挙げてですね取り組みをやっております。やはり水素はですね製造から輸送、あと利用、非常に幅広い分野の産業が関連してきますので、非常に今後のですね日本の成長産業の一つとしての、地元の住民はもとよりですね、ここに観光で、足を運んでいただいた、皆様にですね乗っていただいて魅力を実感していただきたいというふうに考えています。そして7年ぶりに復活した日田彦山線。当初は反対意見もありましたが、10月の1日平均で350名を超えるお客様に1日ですねご利用いただいてます。これは鉄道時代、いわゆる災害前の時代では鉄道約130名のご利用、乗務員に聞いてみますと、
6割ぐらいが観光の方かな、4割ぐらいが地元の方かなというような状況であるということでございます。我にとっては想像以上のご利用いただいて、乗れないというすいません、たまにそういう状況も発生してまして、大変、ご迷惑を一本後にすいませんお願いしますということですね、やっております。イベントに出店していた地元の人は、今日こちらではコーヒーを販売されるんですか？そうですね。名水百選に選ばれた岩屋湧水という湧き水があって、その水に合うようにですね、福岡のスペシャリティコーヒーのお店のレクコーヒーさんに、作ってもらったオリジナルブレンドになります。そこを BRT が走っていくわけですね。そうです。でその給水所に駅があります。九州北部豪雨の時にはかなりですね、ちょっと悲惨な状況になってたんですけど、だから非常に今活気づいてて、ちょうど今から行楽シーズンなんでお客さんも見えてて、逆にちょっとウキウキ感になるというか、新鮮な感じがしていいのかなという気はしております。BRT のイメージは、その電車がなくなった当初と今では変わりました？鉄道からまたバスに変わるということで違和感はあったんですけど、昔からずっとやっぱ見慣れてた部分がありますからですね。ただバスはバスで通り始めると、別に全然違和感はなくなったというかですね、お客様から言わせると、ただバスだろうという感じで乗ったけど、実際鉄道時期をもう専用道を走るんでですね、またちょっと普通の一般のバスとは違った感じでとても楽しかったというかですね、っていうことをよく聞いてます。ですからこれが慣れればですね、いろいろ他の地域の見本というかですね、水素バスの件もそうですけど、そういう風になればいいかな、いいモデルになればいいかなと思ってます。人手不足や過疎化、さまざまな課題を抱える地方鉄道ですが、強みを持つことで人気を集めている場所もあります。そんな事例が四国にもあると聞いて取材してきました。こちらですね、徳島と高知を結ぶ阿佐海岸鉄道です。今列車がゆっくりと走ってきました。まもなくですね、阿波海南駅に到着するというところなんですが、下がってた車体が下がって、今タイヤが地面につきましたよ。バスに代わって走っていきますよ。この場所で列車がバスに変わって、お客さんいる手振ってくれた。今駅へと向かっていきました。線路がない場所も走っていきます。もう一度お見せしますね。線路を走ってきた列車がゆっくりと車輪をしまっていきます。そしてそのまま車のように走っていきます。これが鉄道路線と一般道の両方に対応できるデュアルモードビークル、世界初の取り組みだそうです。実際に乗ってみると、モードチェンジスタート。さあモードチェンジ、陽気な感じの、浮いた。この DMV がぐーっと前が浮いてきます。考えましたねこれ。ただ単に動くとちょっと不快に感じる方がいらっしゃるかもしれないですけど、陽気になりますもんね。利用者の9割以上が観光客で、海外からのツアー客なども訪れているそうです。このデュアルモードビークルを採用するきっかけになったのは何だったんですか？この地域も見ていただいたら分かるように、非常に過疎が進んでいる地域です。その中で、鉄道をですね存続させていく、そして、新しい、公共交通のモビリティの可能性をというところで、今までと同じことをやってたんではもう右肩下がりになるだろうから、新しい取り組みを、世界初の取り組みを入れようというところが一つ。ファーストワンマイル、それとラストのワンマイルと申し上げさせていただいてるんですけど、特に交通弱者の皆様のもとに線路を走っていって、で、近くまでお迎えに上がれるっていうところが今後の可能性だよねということではお声はいただいてます。ここからはですね、トヨタイムズニュースでよく見るんだけれども、何してる人なんだろうって思ってらっしゃる方少なからずいると思うんですけれども、太田博文さんにお話を伺ってまいります。太田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。太田さんはですね、本当にいろんな車を担当しているチーフエンジニア
なんですけれども、今回は FCEV 水素を使った燃料電池車のチーフエンジニアとしてこちらにお越しいただいたということになります。いろんな本当担当してるというのは後ほどまた触れますね。水素 BRT、 VTR でもご覧いただきました。この BRT 自体は夏から走り始めているんですね。水素 BRT はつい最近から走っているんですけども、この夏から走り始めていて、現場からの声っていうのは上がってきていますか？夏から走り始めるところと我々の試運転も一緒にさせていただいてます、車自体が静かになった、それから乗ってる方も疲れづらい、疲れにくいということで、新しい時代にマッチした車ということの車自体をいいねと言ってくださる方もいます。それ以上に一番驚いたのが、実はこの新しいバス、非常に窓が大きくて街の風景がよく見えるんですね。で日田彦山線の周りにはものすごい綺麗な棚田とか橋とかトンネルとかいろんな施設があります。それを目当てにたくさんの人が来るようになったと。でさらにそれを契機に新しい街づくりがどういうふうになっていくか、こういう議論がいろんなところで始まったというふうに伺いました。このプロジェクトに参加させていただいたことを、やっぱり車づくりだけじゃなく街づくりに参加させていただいたということで、本当にちょっと感慨深かったです。なるほど。窓が広いから美しい景色も見えますけれども、そもそも静かなんで鳥のさえずりが聞こえてきたりっていう、そのまさに地方の良さを感じられるっていうこともありそうですね。山、川、トンネル、それから歴史のある橋、もういろんなものがあってですね、本当に行くたびに目を奪われるんですけど、そういうところにしっかり目を向けられる新しい時代の公共交通になってるかなと思います。チーフエンジニアですから車づくりに関してはずっとされてきましたけども、そういった街づくりにも携わることができるってどんな思いですか？線路自体が残念ながら崩れてしまったということで、どういう道にするか、どこを通すんだというところにも多少なりとも参加させていただきました。やはり車というのが最終的にそこで暮らしている生活されている方の、生活スタイルであるとか、将来どういう街にしていこうかとか、そういうことのイメージしながら車作りをやるということで、ちょっと今までとは違う開発をメンバーでやれたかなと思ってます。福岡県と大分県にまたがるこの区間、山間部を走っていくということなんですね。で今回ですね、災害というのがきっかけでしたけれども、全国に目を向けてみますと過疎化の問題であったり2024年問題であったりと、いろんな課題がある中で、この BRT っていうのはいろんな可能性を感じる、期待していいものですよね。そうですね。ぜひ期待してください。ただ公共交通ですので、やはりこの車と押し付けるのではなくてですね、その地域が将来どうなっていきたいか、そこにはどういう交通モビリティがいいのか、これを選択肢の一つとして、まずはご提供できるのかなと思ってますし、一緒に考えていくことができるのかなということになったと思います。朝海岸鉄道の、もう選択肢の一つではあると思うんですけれども、今はねまだ音がしてましたけど、ああいったものも水素を取り入れてやっていけば環境にもいいしっていう、いろんな組み合わせも可能性としてはありますよね。そうですね。水素、それから普通のバッテリーで動かす電動の、バスでも大丈夫ですし、社会のインフラとセットで動いていくことになりますので、地域にニーズに合った車というのをしっかりたくさん提供していきたいと思ってます。まさにそういう地域に合った車を提供できる車作りをずっとしてる太田さんなんですけど、本当ね、いろんな種類の車のチーフエンジニアなんですよね。これ全部太田さんチーフエンジニア務めたっていうことで、トヨタの中でも一番多いんじゃないかっていうぐらい。当然私一人でやってるわけではないんですが、チームでやっておるんですが、こう見るとたくさんの車がございます。共通点が実はあるんですね。運ぶということがこれらの車の共通点になります。運ぶというのはある意味社会のインフラであったりシステムなんですね。ですので一つ一つの車で将来を考えるというよりは、これらがつながった中でどうやって社会を考えていきますかということが本当に大事になります。ですのでちょっと私のところはちょっと特徴的なんですが、こういう運ぶということを横串を刺しながらメンバーで開発をしているということです。最近取材した水素エンジンのハイエースもそうですし、FC トラックなんかも乗せていただきましたし、この後来年また出てくるであろうゴミ収集車とかね、本当に未来を作っていく車っていう感じがしますね。まだまだ正直これは一歩一歩始まったところ
ではあります。ただこういう車を社会に入れてみて、インフラであるとか街の中の、環境であるとか、どうやったらこれが本当に普及できるか、そういうところをしっかり見ていきたいと思ってます。確かにこれカンパチの映像なんですけれども、まあトラックだとかバスとかものすごくいっぱいね商用車っていうのはありますよね。普段会社の中で仕事をしてるとなかなか気づきづらいし、私のメンバーにも街へ出ようって言ってるんですけど、やはり普段気づかないんですが、こういうトラック、バス、バン、営業者も含めて本当に縁の下の力持ち、逆に言うとこれが止まると社会が止まるということなので、本当に非常に責任の大きい、エリアなんだなと思います。走るエリアは決まってますから、今必要だと言われている水素ステーションなんかも設置しやすいっていう面もありますよね。そうですね。商用車であえてやってるところってそこに実は理由がございます。商用車は走るルートが決まってる、走る時間が決まってる。で一方で電動車もしくは水素の車を広げようとすると社会のインフラを作っていかなきゃいけないですね。正直日本狭いようで広いですし、道もたくさんございます。全てをやっぱりインフラ作るってのは難しいものですから、まず商用車が行くところにしっかりとしたインフラを作ると。でここが拡充してこれば将来乗用車もそこを使えばいいものですから、みんなが使いやすくなると。ある意味商用車がペースメーカーとなって、こういう社会の先導をいける可能性があるのかなと思っています。その商用車の一つ FC トラックを見てみますと、我々取材している中でも福島でも走っていますし、東京でも走り始めました。どうでしょう、全国に広がっていきそうですか？これはですね、広げていきたいと思ってます。あえて今行きたいと思ってますと言ったのはですね、福島30万人都市、よくある日本にある標準的な町ですね、日本に大体80から90ぐらいこれぐらいあると言われています。それから東京大都市のモデルとして、FC のトラックを入れてます。でなぜここでやっていきたいかというと、実際ですね、新しい電動車もしくは水素の車が入った時に何が課題で起きるかがまだよくわからないんですね。ですのであるエリアに集中して入れて、将来の社会のモデルを小さいエリアで一回ちょっとトライしていると、そこで出た課題がまさに財産で、それをクリアしていけば他の地域も展開できるモデルになっていくと。ですのでまず福島と東京、あと B2G ということで福岡、この3つをしっかり仕上げることで将来日本中に広がっていけるチャンスがあるのかなと思っています。しかもエリアで考えると、ものすごいいろんな人が関わらなきゃいけないですよね。この自動車のカーボンニュートラルというのは、自動車メーカーが車を電動車として出すだけでは正直全く広がらないんですね。実際使っていただく方々であったり、ステーションといったインフラであったり、コネクティッドのようなサービスとかいろんなものが複合的に成り立つことで初めて実は実現します。ですのでこういう都市のところに地域の方であるとか物流の事業者様、世界インフラの方、みんなが思いを一つにですねやってみる。で一緒に課題出して早いサイクルで解決していく。これが日本のカーボンニュートラルを加速できるということだと思います。秋夫さんも未来はみんなで作るものっていつも言ってますけど、まさにそういうことですね。改めて、カーボンニュートラル×商用車でどんな未来を描いていらっしゃいますか？商用車はやっぱり社会支えてます。ここがしっかりすることで日本はやっぱり活気が出る社会になると思います。なので意志と情熱で活気ある日本、ここを作っていきたいと思います。太田さん、本当いろんな車運ぶ隊の隊長をやってらっしゃいますからね、これからもまた取材させていただきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のワールドトヨタニュースは、先日静岡県裾野市立深良小学校で行われたある出張授業をご紹介します。カーボンニュートラルと未来のエネルギーについて考えるきっかけになってほしいと、トヨタガズーレーシングはですね、小学校でこのように出張授業を行っているんですね。参加してくれたのは6年生およそ50人。トヨタガズーレーシングから今回の先生は高橋智也プレジデント。みたいなことも全てこの地球温暖化の影響でこういうことが起こる。佐々木正宏ドライバー。そうだな、たすきをねみんなで渡すような感じなんで、駅伝みたいなレースです。
こんにちは。そして森蔵さんも登場しました。人生をかけて一つのお仕事にねやってきた場合、そこでの貢献が未来にもつながるようにしたいというのがトヨタ自動車の思いなんです。今まで本当に550万人の方々がこの日本を支えるために一生懸命働いて一生懸命勉強してやってきてくれた人たちの人生をやっぱり無駄にしたくないな。そして、その力を未来につなげてほしいなということでトヨタはいろんな選択肢を用意しています。ちょっと難しいテーマも楽しく伝えた森蔵先生たちの話を子どもたちはまっすぐな目でしっかりと聞き入ってくれていました。授業が終わると子どもたちのお待ちかね、水素エンジンの GR ヤリスでドリフト体験です。子どもたちに水素エンジンの力をより楽しみながら知ってもらいたいと森蔵さんは自らハンドルを握りました。やばっ。めっちゃ楽しい。楽しい？楽しい。どうでした？めっちゃ面白かった。どんなところが面白かった？この曲がるところがこう、体ごとこうグーみたいな、そんな感じが面白かったです。本当？あんな運転乗ったことある？ないです。その運転してるのが森蔵さんっていうのはどうでした？なんかすごいやばいなと思いました。会長やばい。動画いくよ。めっちゃ楽しいです。楽しい？楽しいです。乗ってみてどうでした？びっくりです。びっくり。これが水素で乗ってるからめちゃくちゃすごいです。今まで水素でこんな車動くって思ってなかった？思ってなかった。楽しい未来を作るためには一人の力ではなかなかできないけれども、みんなが協力をしてみんながそれぞれの得意分野でいいことをやればきっと笑顔が多くなる未来が作れると思うので、楽しい未来づくり、ぜひとも皆さん参加してください。今日は本当にありがとうございました。